もしあなたの親友があなたに激しい憎悪を抱いていたら、1985年アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスの市街地サンフェルナンドバレーサンフェルナンド高校の教室では一組の男女が何やら言い争いをしていました。ちょっとランディ、やめて、そう言って男子生徒の手を振りほどいたのはミシェル・ミッシー・アビラ。美しい赤毛と大きな瞳が印象的な学校でも人気者の美少女でした。いいじゃねえかよ、ちょっとぐらい。おどけたようにそう話すのはプレイボーイでよく知られるランディという男子。彼は以前ミッシーと交際していたことがあり、別れてからも彼女にしつこく付きまとっていたんです。そしてそんな二人の様子を遠目に眺めていたのがミッシーの幼馴染で親友のカレン・セバーソン。ミッシーとランディの一連のやりとりを見ていたカレンはその後ミッシーのところへ歩み寄るとこう言ったんです。ねえミッシー、久しぶりに遊びに行かない？男子にしつこく付きまとわれるミッシーを気遣ってのものに見えるカレンのその言動。しかしこの時のカレンにはそれとは全く別の思惑がありました。ミッシー、あんたは一度痛い目に遭わせてやるよ。親友に激しい憎悪を抱く女子高生。カレンがミッシーに対して行った狂気の行動とは。嫉妬の感情は時として唯一無二の友情さえ壊してしまうんです。おっそす、さっきカレー食べたらちょっとこぼしちゃった。ここケンちゃんです。エッチ、エミヤミコです。なんでやねん。だからこれうんこみたいになってんの。失礼なやつだなお前。何を学んできた義務教育で。人の思いやりとか道徳でやった。この時 B 子ちゃんは何を思っていたでしょう。さ、平気でそれでうんことか言うの？一人心のノートに書いてたわよ昔。何を？うんこちんこは言わないって。本当にやめた方がいいですよ。人間を。人間、宇宙人じゃない。あれ、私人間じゃないの？私宇宙人って人間じゃないの？人間か。宇宙人。宇宙人が宇宙人で人間で地球人でも人間だから人間なのか。ホモサピエンスではないわよ私。それはもうわかんないけど。わかんないの？由来がどうなってんの？本日ご紹介するのはアメリカの女子高生の間で起こった殺人事件について。一人の女子高生が嫉妬に狂った結果、親友への強行に及んでしまうという恐ろしい事件なんです。日本でもさ、女子高生同士がキャーってやって言い合ってとか、ちょっと引っかき合ってとか、髪の毛引っ張り合ったりとかね。そういじめたりとかっていうのは聞くけど、殺すまで行くっていうのは、ねえ、なんかいじめた結果、精神病んじゃってみたいな話とかはまあ聞くことはあるけど、殺すまでっていうのはなかなかね、あまり聞いたことないわね。犯人はね、事件の際もそうなんですけれども、あらゆる面で異常性を見せるんです。そして世間を騒がせたその異常性とは一体どんなものなんでしょうか。女の思惑。2014年9月30日、今回の舞台はアメリカ西海岸カリフォルニア州。どういうつもりでこんな本を出したんだ、ふざけてるのか。その日出版された一冊の書籍にアメリカ国民は口々に怒りをあらわに。書籍のタイトルは My Life I Lived It。 ある一人の女性がこれまで経験したありのままを語った回顧録でした。そして人々が激怒していたのは、その内容が女子高生が親友を殺害した体験談だったから。犯人は2011年に刑期を終えて出所。それから3年が経ったこの日、犯行について事細かに書き記した書籍を出版。映画化の契約まで結んだことで大きな物議を醸していたんです。何より問題視されたのは、犯人が書籍の出版で利益を受け取ろうとしていること。殺人の体験談書いてお金稼ごうとするなんてさ、それはもう被害者遺族とかをはじめさ、黙っちゃおけないわよね、そんなこと。なんか遺族の気持ちをね、ないがしろにしてるし、日本でも神戸の連続児童殺傷事件だったりとか、リンゼー・アン・ホーガーさんのさ、市原達也容疑者もそうだけど、なんかこう書籍出版するの実はね、日本でもあるんですよね。売り上げを全額遺族に寄付するとかね、なんかいろいろあるのでわかるけど、とはいえですよ、自分の罪でさ、償って結局それでなんか遺族に迷惑さらにかけてるわけじゃないですか。そしてですよ、今回の事件をきっかけにカリフォルニア州でね、新しい法律ができたんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、ミッシーの法律について。メッシ2015年にカリフォルニア州で制定されたミッシーの法律は、犯罪者が制作した作品の出版に際し支援する企業や団体に遺族への報告を義務付けるもの。ただし義務付けられているのはあくまで出版の報告のみで、犯行の詳細を語ることを禁止する効力はありません。今回犯人は慈善団体への寄付を名目に書籍を出版。しかしそれだけではなく、自身も利益を得ようとしていたことで何も知らされていなかった遺族が憤慨。訴訟が起こされた結果、被害者の名前を冠したミッシーの法律が制定されることになったんです。出版自体を止める効力はないものの、この法律の登場で犯罪者が作品を世に出すハードルは高くなったと言えるんです。カリフォルニア州の法律を変えるまでの反響を呼び起こしたこの事件、遺族を嘲笑うような犯人のそのずうずうしさは事件当時からずっと変わっていませんでした。
1985年10月5日。ちなみに10月5日は僕の誕生日です。すいません。カリフォルニア州エンジェルス国有林の美しい渓谷で一組のカップルが散策を楽しんでいました。そんなさなか、見ろよ、あれなんだ、大変、人よ、人が死んでる。カップルの目に飛び込んできたのは小川に浮かぶ少女の遺体。少女は川の水に顔をつけられた状態で丸太の下敷きにされ溺死していました。髪の毛が乱雑に切り落とされていることからも何者かにいたぶられた挙句殺されたことは明白だったんです。発見された遺体の身元はミシェル・ミッシー・アビラ、ロサンゼルスのサンフェルナンド高校の3年生。遺体が発見される3日前、同級生のソフィアと2人でドライブに出かけた被害者ミッシー。その道中、ミッシーはソフィアと別れ、他の男子3人の車に乗ったというんです。彼女はそこから行方不明になり、連絡もつかない状態に。そして3日後、現場となった小川で変わり果てた姿で発見されることに。ミッシー、どうしてこんなことに。母アイリーンをはじめミッシーの遺族は大きな悲しみに打ちひしがれていました。おばさん、私もミッシーがいなくなって寂しいわ。そんな母アイリーンに悲しそうに寄り添ったのはミッシーの幼馴染で親友のカレン・セバーソン。母アイリーンはカレンを抱きしめ震える声で言いました。ありがとうカレン、あなたみたいな友達がいてミッシーも幸せだったはずよ。アイリーンはこの時考えもしていませんでした。まさか今抱きしめているカレンがミッシーを殺した犯人などとは。よくお母さんの前で悲しむふりなんかできたわね、この子。ミッシーとカレンってさ、親友の関係にあったんじゃないの？それがどうやってこじれちゃうわけ？気になりますよね、どのようにしてね、ミッシーとカレンの間に確執が生まれるようになったのか、2人の幼少期まで遡ってみます。束の間の友情。1976年、ミッシーは8歳の頃、サンフェルナンドバレーの町へ引っ越してきました。そして親友のカレンと出会ったのはちょうどミッシーが引っ越しをしてきたその日のこと。何してるの？自宅前の通りで何かを探すように辺りを見回していたミッシー。彼女に声をかけたのがこの近辺に住むカレンでした。うちの猫が家を抜け出しちゃって。引っ越しの最中にペットの猫がいなくなり、近隣を探していたミッシー。この時カレンが猫探しを手伝ったことが2人の友情の始まりだったんです。その日以来、ミッシーとカレンは毎日のように遊ぶ親友に。ミッシーの学校生活にも親友のカレンは欠かせない存在となっていました。というのも容姿端麗なミッシーは学校で他の生徒から妬まれることが多かったんです。その際、内気なミッシーは何も言い返せずにいたんですが、あんたたちミッシーをいじめたら私が黙っちゃいないよ。そうやっていつもカレンが助けてくれたおかげですぐに新しい学校に馴染むことができたんです。カレンは私のボディーガードね。そう言って穏やかに微笑んだミッシー。この時カレンに助けてもらったことが後の災いにつながるとはミッシーは予想だにしていませんでした。助けてもらったことが災いにつながるってどういうことなの？それがですね、ちょっとおとなしい性格のミッシーにとっては受け入れがたいことがね、カレンの身に起きてしまうんです。それはカレンとミッシーが14歳を迎えた頃のこと。この年からカレンはあることを理由に中学校を休学することに。そのあることとはカレンの妊娠。なんとカレンは中学生にして子供を身ごもってしまったんです。それからというもの、ねえミッシー、学校の帰りにうちに来れる？ごめん、今週は部活で忙しくて。カレンがいくら誘ってもミッシーは何かと理由をつけ彼女との約束を断るように。そう、カレンが中学生で子供を身ごもった事実はおとなしい性格のミッシーから見てかなりショックな出来事だったんです。結局カレンは9ヶ月後にまた学校へ通い始めますが、ミッシーとのわだかまりは解けないままでした。そしてミッシーとギクシャクしてしまったことでカレンはある感情を抱くように。ミッシーは私を避けてる。あいつ誰が今まで面倒見てやったと思ってんのよ。中学校で友達が妊娠したってなったらさ、触れていいかどうかもわかんないしさ、ちょっと関係性をこじらせそうな感じではあるわよね。大人になったら、あるよねとかさ、受け入れられるけど、確かに自分が中学生で友達が妊娠したって聞いたらさ、ちょっと驚いたりとか、なんか考えたりするのは、子供がゆえに純粋な気持ちはある時期だからね。かける言葉に困っちゃいそうよね。今だったら普通におめでとうでいいけど。なんか純粋におめでとうもありつつ大変じゃないですか、中学生で妊娠とかさ。うちの姉も実はですよ、高2で妊娠してるんですよ。これまたお姉ちゃんに見られたらなんで勝手に言ってんのとか言われそうですけど、前言われたんですよね。とか言って応援してるんですけどね。僕姉2人いるんですよ、実は。ヤミンさんは宇宙兄弟5万人ぐらいいるんですけど、僕少ないんで、一番上のお姉ちゃん部屋汚くしてたらビンタしてきますからね。しかもマジなやつ。何そんな綺麗好きなんで、すごくいいじゃん。恐ろしい家庭でしたよ。このカレンなんですけど、味方にすると心強いんですけどね、敵に回すとも恐ろしいんですよ。
自分に対するミッシーの態度に憤慨したカレンはある時同級生のソフィアにこんな話を持ちかけました。ねえソフィア、ミッシーのことどう思う？カレンにそう問われるとソフィアは眉間にシワを寄せてこう答えます。嫌いだわ。やっぱり私も嫌い。にやりと笑みを浮かべてソフィアに同調するカレン。そう、以前は容姿端麗で妬まれやすいミッシーを守っていたカレンだったんですが、今度は逆に彼女が妬まれやすいことを利用しようと考えたんです。ミッシーばかり男子にチヤホヤされて気に入らないんだよね。一回痛い目に合わせてやろうよ。そう言うと同級生のソフィアに何やら入れ知恵をし始めたカレン。最低だなこいつ。ここから2人はミッシーが誰とでも寝る女だとデマを流すんです。そして本来カレンはこの嫌がらせだけで満足しているはずだったんですが、もう半もないデマ流すってもう一番陰湿な嫌がらせと言っても過言ではないわ。これきっかけになんかやばいこと起こっちゃうんじゃないのまた。そうなんです。この後ね、実はミッシーは彼にとって一番のタブーを犯してしまうんです。嫉妬に狂う女。1985年、それはミッシーとカレンが高校3年生を迎えた頃、ミッシー、俺の彼女になってくれ。そう言ってミッシーにアプローチをかけてきたのは、学年でも人気のプレイボーイ、ランディ。彼の猛アタックを受け、ミッシーとランディは交際し始めるんですが、それからわずか1ヶ月後、やっぱりあなたとは付き合えないわ。呆れた様子でランディにそう告げたミッシー。ランディは夜な夜なパーティーに出かけてばかりの遊び人で、女性にもだらしなく、この先浮気をすることは目に見えていたんです。一方で、そんなランディに憧れていたのがカレンでした。ミッシーとランディが別れたことを知ると、カレンはランディに急接近、交際を開始。ランディ、あなたすごくかっこいい。大好きよ。そうやって常にランディにくっついて歩き、ついには同棲するまでに。まあ遊び人のランディとカレンってなんかすごく合いそうな気がするんだけど、ミッシーの元彼っていうのがもうまたいろいろこじれてきそうな。そうだね。ねですがね、このランディっていうのがミッシーの元恋人かつ遊び人というこの2つの要素ね。これがもう後々ね、あだになってしまうんです。カレンとランディが交際し始めてしばらく経った頃、なあミッシー、俺らは付き合ってたんだぜ。ちょっとぐらいいいじゃねえかよ。サンフェルナンド高校の教室でミッシーの手を強引に引き寄せようとしたランディ。そう、彼はミッシーの親友カレンと付き合いながらもミッシーにたびたびちょっかいをかけていたんです。ちょっとランディ、やめてよ。ミッシーはランディとカレンの関係を知っていたため、ランディの誘いをいつも拒んでいました。しかしミッシー、こいつ今度は人の彼氏まで取る気なの？ミッシーとランディのやり取りを遠目に見ていた親友カレンはその拳を怒りに震わせていました。予想通り、このランディって男、やらかしてんじゃない本当に。まあね、これまたね、予想通りの修羅場が訪れてしまうんですよ、俺。その日の夕方、カレンはミッシーを公園に呼び出すと激しい罵声を浴びせました。ミッシー、あんたどういうつもり？人の男に色目使ってんじゃねえよ。鬼の形相でまくし立てるカレン。ただ彼女に対するミッシーの反応は意外なものでした。カレン、ランディとは別れた方がいい。あの人といたらあなたが傷つくことになる。そう、ミッシーが口にしたのは遊び人のランディに夢中な親友への心配の言葉。カレンの妊娠にはさすがに驚き距離を置いていたミッシーですが、彼女は決して友情を忘れたわけではありませんでした。いくら根も葉もない噂を流されようと、ミッシーにとってカレンは自分が学校に馴染めるように手助けしてくれた友人に変わりなかったんです。しかしそうやってカレンを案じるミッシーの言葉もランディに夢中な彼女にとっては逆効果。あんた人の男をたぶらかした上に彼を侮辱するの？完全に頭に血が上ってしまったカレン。彼女は鼻息を荒くしながら割れた瓶の先をミッシーに突きつけていました。いやばいわ。これも普通に殺す勢いじゃない？まあ明らかにやばいっすよね、これ。そしてね、事態は最悪の結末を迎えることになるんです。カレンとミッシーが公園で揉み合いになった10日後の1985年10月2日、ミッシーは友人ソフィアに連れられエンジェルス国有林の人気のない渓谷を訪れていた。カレン、どうしてあなたがここにいるの？そう、この日ミッシーは友人のソフィアと2人でドライブへ出かけた。しかし車を飛ばしやってきたその渓谷ではなぜかカレンが待ち構えていた。まんまと騙されてくれたよ、この男たらし。鼻で笑うようにしてそう言い放ったソフィア。続けてカレンが激しく声を荒げていった。人の彼氏に色目使ったこと謝りなさいよ。カレン、だから違うの、あれはランディが。ミッシーはそうやって必死に弁解しようとしたが、恨みを募らせたカレンにもはや何を言っても無駄だった。言い訳すんじゃねえよ。そこからカレンとソフィアは2人がかりでミッシーを取り押さえると、ほら謝る気になった？どう？何度もミッシーの顔を小川の中に押し込んだ。ミッシーは最初こそ手足をバタバタと動かし必死に抵抗していたが、次第にその手足も動かなくなってしまった。
いやミッシーとカレンがもともと親友同士なだけにね、ちょっとした誤解がなんか増幅しても埋められない溝になっちゃったりするじゃない。でももともとやっぱ親友だったから、ちょっと誤解が解ければなっていう悲しい気持ちになっちゃうわよ、こういうこと聞くと。それぐらいさ、恋愛ってこう人の視野を狭めるっていうことですよね。はいはいはい。カレンもね、思考停止の状態になってたんじゃないかと思いますよ、これ。事件後、警察は犯人の手がかりをなかなかつかめず、捜査は3年もの間凍結状態。しかし1988年7月、事件の日にソフィアとカレンに同行していたもう一人の少女が真相を暴露。そうして1990年3月、犯人のカレンとソフィアには最低15年仮釈放なしの終身刑が言い渡されます。よくも娘を殺しておいて悲しむふりができたわね。母アイリーンをはじめとする遺族は、娘を殺した犯人が彼女の親友だったことに激しく憤りました。それから21年後の2011年12月、カレンは服役を終え出所することに。この3年後に出版されたのが、事件に関して彼女の体験談を語った My Life I Lived It。 私が彼女の顔を川に押し付けたんです。人生で最悪の決断をしました。46歳を迎えた彼女はテレビ画面越しにそう語り、出版や映画化の収益の一部をミッシーの名前を冠したいじめ防止キャンペーンに寄付する旨を話しました。ただ問題となったのはこの後の発言。全てを寄付するつもりですか？全てとは言っていません。そう、番組の司会者に収益の使い道を尋ねられたカレンは、自分の職探しが困難であることを説明し、収益の一部を自分で受け取るつもりであると話したんです。この時のカレンの言動に激怒したのは被害者ミッシーの母アイリーン。20年前もそうだった。彼女はまた自分の犯した罪から逃げるつもりなんです。こうして母アイリーンは2015年にカレンを起訴。結局書籍は無料で提供されることに。この時の裁判をきっかけに作られたのが、犯罪者の作品の出版に伴い遺族への報告を義務付けるミッシーの法律でした。誤解に誤解を重ね、すれ違い続けてしまったミッシーとカレン。カレンが嫉妬に流されずミッシーを守っていたあの頃の優しさをもう一度思い出すことができていたら、2人は今でも親友同士で笑い合っていたのかもしれません。